こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。来ました。待ちに待った、ホンダのホーク11が正式発表になりました。思い返せば、この時まであっという間だったな。3月に、大阪モーターサイクルショーでティザーの展示予告。それから早1ヶ月後、大阪モーターサイクルショーで実車展示。そして今回の正式発表。トントン拍子でした。そして4月15日、ついに詳細が明らかになりましたね。製品ページを見て、これはって思うところはあったか？それはこの動画を見ていただき、皆様のご感想をいただければと思います。楽しみに待ってるぜ。では、ホンダの復刻シリ。違います。アフリカから始まった、ホンダの大型パラツインシリーズの最新型、ホーク11のローンチイベント締めくくりだぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。ホーク11、ニュースリリースを斜め読み、です。じゃ、輪締め、か。ホーク11、ニュースリリースを斜め読み。新型ロードスポーツモデル、ホーク11はホンダドリームより9月29日木に発売ですよ。9月か、ちょっと待たせすぎ感もあるけど、仕方ないか。で、これまでのニュースはデザイン紹介が主な内容でした。なので、製品ページでどんな解説になるのか楽しみだったのですが。めっちゃあっさりだったよな。製品ページ。そうなんですよ。作りかけじゃないのかなと思うぐらい。どんだけデザインに予算使い込んだのって思ってしまう。なので、いつもながらの主要装備や、エンジンフレームの特徴紹介はほぼありません。特設サイトでは、開発者インタビューなどで作り手の思いを紹介する部分が色々あったけどな。CRF1100L のエンジン、メインフレームをベースにしているのは周知の事実だし、説明はいいから、まずは乗ってみてよって感じですかね。そうだな。試乗する機会があれば、ぜひ。それじゃ、ニュースリリースに目を通していくか。経験豊かなベテランライダーを中心としたお客様に、新たな価値観と充実したバイクライフを提案する日本市場向けの大型モーターサイクル。ズバリ、日本市場向けって書かれてますね。だとすると、生産はアフリカツインを製造してるホンダの熊本工場生産だろうな。ホーク11は長く作り続けるモデルになると、今のところ思えないから、ドカンと作って終わり、って雰囲気かな。でも、ウェブサイトでのホーク11開発者インタビューでは、ホーク11はベテランライダーの上がりバイクって話がありましたよ。なので、1100ファミリーが続く限り、作り続けてくれるんじゃないでしょうか。乗り続けてくれたらいいけど、上がりきったらどうなるんだ？電動ユニカブで近所の公園を散歩しながら、バイク談義ですよ。昔、ホークって活かしたバイクに乗っていたのじゃが、と言っても250ホークじゃなくて新しい1100なんだが、それ全部古いホークだよ。水冷、4ストローク、OHC、直列2気筒1082立方センチメートルエンジンに、6速マニュアルトランスミッションと、ライディングをサポートする電子制御技術を搭載。ホーク11は MT だけか。DCT はお預けな。販売比率的には、MT と DCT がある場合ほぼ半々で、若干 MT が多いらしいですよ。ホーク11を MT オンリーにすることで、1100シリーズ全体の DCT の販売台数を調整してたりして邪推しすぎだ。でも、DCT を出さなかった理由は何だろうな。ベテランライダーを中心にって話なら、おっさんの味方、DCT モデルは必要なんじゃないのか？一つは、車両重量を極力軽くするため、と考えられますね。アフリカツインの場合だと、MT と DCT では11キロ差があります。重さのメリットもありますが、デメリットの方が多いですし。腰を大切にしたいライダーにとっては、軽ければ軽いほど正義。それに、デザイン重視のバイクでクラッチレバーがないのも、見た目に違和感ありますね。それじゃ、最近の MT には必須装備のクイックシフターもないのは？アフリカツインの MT にクイックシフターが装備されたのに、なんでホーク11にはつかないんだ？それは、すっぴん仕様のバイクが出せるのはホーク11が最後だから、じゃないかって邪推します。ほほう。今後、電動化が進めば動作は自動化され、ライダーが操作する部分は減っていくじゃないですか。ふむ。これからの時代に、これがバイクだというモデルを後世に残すため、あえて操る楽しさを残したバイクに仕上げのだと思います。そうしたことができるのは、このタイミングでしかないと。考えすぎだ。じゃ、クラッチは握った感じはどうだった？クラッチは CBR のような重さはなかったですが、軽くはなかったです。アフリカツインにシフター装着されてるので、同じエンジンを積むホーク11も後付けできると思いますよ。それじゃ、ホーク11にはどんな電子制御がついてるんだ？電子スロットル、ライディングモード、トラクションコントロール、エマージェンシーストップシグナル、ETC2.0 が搭載されてます。やっぱり、クルコンはなし。はい、ありません。レイムの邪推が正しいなら、何を言っても無駄だと思うけど、クルーズコントロールとクイックシフターはおっさんには憧れの装備だから、今後のマイチェンではぜひ装備してほしい。ぜひ装備欲しい。2回言いましたね。ゆったりと走るシーンから、軽快にワインディング走行を楽しむシーンまで、
ライダーの充足感を追求した扱いやすい車体パッケージ。これが一番謎に包まれているところですね。乗ってみないとわからない部分だな。またがった感じはどうだった？見た目は姿勢が厳しそうなセパハンロケットカウルですが、CBR のような攻撃的前傾姿勢ではなかったです。気になるバックミラーですが、自然に視界に入る位置にあるので、使い勝手は良さそうでした。見た目に反して、意外と優しいってことだな。ですです。でも NT1100 みたいな楽ちん感はないですが、1100ファミリーの中ではホーク11が一番軽いですし、セパハンで前傾姿勢なので、軽快感も味わえそうですね。試乗が楽しみだな。存在感ある一体成形 FRP 製のロケットカウルを装備。上質でモダンな佇まいの中に、軽快な走りを予感させる低く構えたスタイリングデザイン。ホークの注目ポイントは、やっぱりロケットカウルですよね。だな。ホークの最初のテザーでフロントカウルをチラ見せした時は、大盛り上がりだったからな。主の憧れ度100点バイク、CB1000R を抜きそうでしたね。じゃ、改めてこのデザインを見てどうだ？正直言います。この写真のように、ライダーがまたがったバイクの上半身の姿は最高にかっこいいと思います。なんだその条件。写真で車両全体を見ると、個人的にはやぼったさを感じます。どのあたりが？カフェといえば、細身でスッキリスタイルだと思うんですが、ホーク11は、間延びしたマフラーやスキットガードでスッキリ感をなくしてる気がします。でも、そこは解決策があるんだよな。そうなんですよ。先日もらってきたホーク11のカタログに、カスタマイズモデルが掲載されてまして、スポーツツーリングスタイルと、アーバンストリートスタイルだな。ここに、もっさりの解決策が載ってたんですよ。ほうほう。ではアーバンストリートスタイルをご覧ください。これ、いい感じだと思うのですが、いかがです？確かにいいな。マフラーとシングルシートカウルがいい仕事してるぜ。言い回しが古い。グラファイトブラックのアーバンストリートスタイルは、余計な色が入ってなくて、より落ち着いて見えます。それじゃ、スポーツツーリングスタイルは？サイドバックはタナックスの既製品ですが、それなりにマッチしてると思います。でも、このシートバックは何ですか？サイズも形もホークには似合わないと思うのですが、ホーク11はデザイン優先なんだから、もう少しなんとかして欲しかったな。ちなみに森脇のスリップオンマフラーはおいくらで？税込み91,300円です。後付けするには、ちょっと考える価格帯だな。エンジンの鼓動とパルス感のある排気音を存分に感知しながら軽快な走りを楽しむ。スペックのみにとらわれないスポーツバイクの楽しさや味わい深さを追求。スペックにとらわれないと言いつつも、減速比をチェックしました。ま、実写なしの妄想動画ではスペックでしか想像できないからな。数値的にはレベル1100と全く同じです。アメリカンのレベルと同じ？はい。意外だな。でも、二次減速比はホーク11の方がレベルより若干小さいですね。基本はレベルだけど、ホーク11はトップスピードを重視してるってことか。バイクのキャラに合わせた変更ですね。あとエンジンといえば、エンジン造形が比較的あっさりなのが残念だ。ヤマハの3気筒並みにメカメカしい方が、個人的には好みなんだけど。ま、それは仕方ないです。エンジンは OHC で構造がシンプルだし、CB1100 みたいな見せるエンジンでもないし。それじゃ、燃費はどうだ？カタログ値は 21.2 キロです。1100ファミリーの中では一番小燃費ですね。このあたりは車重の軽さが影響してそうだな。エンジン出力は102馬力、最大トルクは 10.6kgm です。この値は NT1100 と全く同じだな。じゃ、今度機会があれば NT1100 に試乗して、270度位相クランクエンジンとやらを体感してくるか。走りの楽しみを忘れない、大人のバイクの価格事情。ホンダの計画だと、ホーク11を上がりバイクに選ぶ人は何人ぐらいの計画なんだ？国内での販売計画数は、年間1200台です。レベル1100、3000台はよりは売れないけど、アフリカツイン600台や NT1100、800台よりは売れると見込んでるってことか。じゃ、肝心の価格は？ 139万7000円です。この価格ならクルーズコントロールやクイックシフターが欲しかったな。まだ言ってる。だってさ、ヤマハの MT-09SP なんて、126万5000円で全部盛りだぜ。じゃ、MT-09 買ってください。そんな冷たいよレイムさん。でもさ、ひょっとするとさ、何？ホーク11って、実はおっさん向けじゃなくて、若い人向けでもあるのかもな。いやいや、開発者インタビューでもおじさんたちの上がりバイクって言ってましたけど、その割にはトルコンなどの安全機能はついてるけど、楽ちん機能クイックシフターやクルコンなどは装備されてないじゃないか。また言ってる。それは価格面で、ロケットカウルで下出しのミラーなんて、若い子からすれば漫画や映画でしか見たことないだろうし。それはベテランライダーの金銭に触れるためで、これは、過去の思い出にとらわれたおっさんライダーへのバイクじゃなくて、若い人のアプローチなんじゃないかと思えてきたわけですね。カタログの言葉を借りれば、年齢は関係なく、走りの楽しみを忘れない大人のバイクってことですね。そうだな。それじゃマリサは、経験豊かなベテランライダーとして、バイクにふさわしい乗り手になってくださいね。わかってるよ。あと、どうでもいいネタを一つ。なんだ？ホンダの二輪製品アーカイブを見ると、
ホーク11は1977年から続くホーク CB250T の系譜に組み込まれてましたよ。じゃ、ホーク11は正式に最新版のホークってことになったんだな。はい。名前だけではない、ってことです。ホーク11の発売が楽しみだな。というわけで、今回のお話は以上です。では、今回はこの辺で。それでは、See you!